阪急京都本線。それは関西の中心地、大阪府大阪市の大阪梅田駅から京都府の中心地、京都市下京区の京都河原町駅までを結ぶ 47.7km の鉄道路線である。大阪と京都を結ぶ阪急電鉄の基幹路線だが、本路線には日中3種類の列車が走行している。特急、準急、普通の3種別だ。この3種別を用い、最速達種別である特急で1往復する天国旅と、片道全線各駅停車で移動する地獄旅とで、どちらが所要時間が短いのか、本動画でこれを検証していきます。よろしくお願いいたします。なお、本動画では日本語字幕がデフォルトで表示されていますが、日本語以外の言語字幕も用意しています。YouTube 画面上のギアマークから字幕を表示してご視聴ください。さあ、やってまいりました阪急電車。今撮影している場所は阪急京都本線の始発駅、京都河原町駅です。まずは天国旅の方から、京都河原町駅を12時39分に発車する特急電車に乗車します。使用車両は阪急電車の看板列車というべき9300系です。セミクロスシートが採用されているため、車窓を楽しみやすくなっています。お次は地獄旅の方を紹介。地獄旅は阪急電車の拠点、大阪梅田駅からスタートしていきます。乗車するのは大阪梅田駅を11時6分に発車する普通列車の高槻市行きです。使用車両は阪急の最新車両1300系。ドア上には東芝製32インチハーフサイズのフルハイビジョン対応大型液晶ディスプレイが設置されています。さあ、発車時刻となりました。両車の扉が閉まります。両車とも同時に発車。対決旅スタートです。一体どちらが勝つのか予想しながらご視聴ください。さて、電車が無事出発したところで、今回の対決のルールを説明させていただきます。まず冒頭でもお話しさせていただいた通り、本動画では天国旅として京都河原町駅と大阪梅田駅の間を特急で1往復、地獄旅として大阪梅田駅から京都河原町駅まで全線各駅停車で移動します。そしてこれらのうちどちらが所要時間が短いのか、実際に乗車して検証していきます。その上で今回の対決旅で重要な所要時間の計測方法について次のように定めたいと思います。まず天国旅では所定の区間を往復しますので、折り返す駅で必ず乗り換えが発生します。その際の乗り換え時間について、天国旅の方は乗り換え時間を所要時間にカウントしないものとします。逆に地獄旅では途中の駅で別の列車に乗り換えた場合、その乗り換え時間も所要時間としてカウントします。一見すると不公平に見えますが、これには理由が2つあります。1つ目は今回のような優等列車往復と鈍行列車片道では、優等列車往復の方が有利になりやすいから。そして2つ目は、天国旅は撮影の都合で往路と復路の撮影日時が大きく開いてしまう可能性があるからです。天国旅と地獄旅で乗り換え時間のカウントの有無が異なる点については、今回も含め今後想定したルールになりますのでご了承ください。さて、まず最初に最初の停車駅に到着したのは天国旅の方です。京都河原町駅を出て最初の停車駅は烏丸駅です。当駅で京都市営地下鉄烏丸線と乗り換え可能です。特急電車烏丸駅に到着。でかいスーツケースを持った観光客が特急電車に乗り込んできます。そして地獄旅の方も最初の停車駅に到着します。こちらは十三駅。阪急の三大基幹路線である京都線、宝塚線、神戸線が一つに合流する駅で、当駅で乗り換える人も多数います。十三駅に到着。こちらも利用者が乗車してきます。さあ、両者とも順調な滑り出し。果たしてどちらが先に京都河原町駅に到着するのでしょうか。特急電車の動向を確認してみましょう。列車は桂川を横断。そして桂駅に到着します。分岐器を多数通過。高速でホームに滑り込んでいきます。当駅では準急電車と接続します。座席も大方埋まりました。特急電車は停車時間わずかで桂駅を発車。
桂駅発車後はすぐに洛西口駅前後の高架区間を走行します。一方、地獄旅の方は淡路駅です。淡路駅では高架化工事が実施されています。横から見る高架橋は超巨大です。列車は淡路駅に到着。当駅で阪急千里線と X 字に平面交差します。故に阪急京都線系統で最大のダイヤネックとなっています。ちなみに当駅のすぐ北側で大阪東線と交差しており、こちらにも乗り換え可能です。当駅で天禄からの普通電車と接続。先にこちらの列車が発車します。さあ、電車は千里線と平面交差、直後に建設中の高架橋の下を通ります。淡路駅周辺では特徴的なこちらの高架橋。高架化工事は現状2028年に高架切り替え予定となっています。完成まで長いですが、どうか無事に工事が進むことを願っています。さあ、特急電車の方はどうなっているかというと、長岡天神駅に到着しました。長岡京市の阪急側の玄関口です。ちなみにこの長岡天神駅には高架化構想があります。高架化がなされれば道路交通が抜本的に改善されるので、ぜひお金をかけてでも実施してほしいですね。さあ、普通電車の方は上新庄駅を発車しました。発車後すぐに分岐器を通過します。信号が分岐側の減速信号を示しており、分岐側に開通しているのがわかります。列車は相川駅に到着。当駅で大師線の方に入線します。大肥線に入線するということは何をするかお分かりですね。ここで後続の特急電車の追い越し待ちをします。相川駅からは特急電車はスピードを出し始めるので、なかなか迫力がありましたね。さあ、休日は特急1本退避したら扉を閉めます。相川駅を発車。相川駅発車後は逆カウントで分岐器を通過し、本線に復帰します。ノロノロ運転は今回の対決では不利になりますが、特急電車の方はどうなっているでしょうか。さて、特急電車の方は、あらら、目の前の信号が注意信号になっています。無情に横を通過していく新幹線。列車は東海道新幹線と並走する水瀬駅付近を走行中です。この付近は対比線が長岡天神駅しか存在しません。そのため先行の準急列車に追いついてしまうことが多く、このように徐行を強いられることが多々あります。車間距離が開くと列車は再加速します。同時に東海道新幹線とお別れ。ちょうどよく新大阪方面の新幹線と並走しました。列車はそのまま高槻市駅に到着。阪急京都本線のほぼ中間に位置する駅です。中間地点に先に到着したのは当然特急電車の方でした。高槻市駅の駅名標を撮影。そして高槻市駅を発車。始発の普通列車を横目に見ながら出発します。先行している準急電車はまだ追い抜きません。高槻市駅を出ると高速走行が復活します。高槻市駅から約5分で隣町の茨城市駅に到着。ここでようやく準急列車を追い抜きます。茨城市駅に先に到着したのは特急電車の方でした。さあ、特急電車は茨城市駅を発車。普通電車の方はどうなっているでしょうか。カメラを普通列車の方に変更。目の前に見えている駅はなんとこちらも茨城市駅です。ここで天国と地獄が交わります。普通電車は茨城市駅で大師線に入線します。相川駅に続き茨城市駅でも後続の列車の追い越し待ちをします。茨城市駅に到着。駅名標を記念撮影。さて、ホームに降りてみました。普通電車が到着してすぐに準急電車が到着します。準急電車が茨城市駅を発車。
空席が残る程度の混雑率で発車していきました。そして準急だけで退避は終了かと思いきや、もう1本列車がやってきました。地獄旅の方では2回目の特急列車退避です。特急電車が茨城市駅を発車。こちらは座席が埋まって立ち客がいました。さあ2本列車を退避したらようやく扉が閉まります。茨城市駅を発車。終点の高槻市駅まであと3駅です。さて特急電車の方は淡路駅に到着です。目の前の信号が警戒信号になっています。電車の詰まり具合が伺えますね。高架化工事中の巨大な鉄骨の下をくぐります。次の場内信号も警戒信号。慎重に淡路駅に進入することになります。電車は5号線に入線。ズームすると千里線天禄方面に進出入する列車の姿が見えます。出発信号のすぐ先の進路が塞がれているので、安全のために徐行運転をしているということですね。淡路駅に到着。終点の梅田駅まであと少しです。さあ普通電車は終点の高槻市駅に到着しました。対比線ではなく本線側に入線します。地獄旅の方は出発から40分でようやく中間地点です。お世話になった普通列車は停車時間1分未満で高槻市駅を発車。この電車はここで京都河原町側にある引き上げ線に引き上げます。さて特急電車は間もなく終点の大阪梅田駅に到着します。列車は1号線に進入。この発着線には主に特急列車が折り返しています。さあ大阪梅田駅に無事到着です。ここで折り返し京都河原町駅に乗車します。今度はこちらの電車に乗車します。快速特急京都レイン雅楽。休日京都本線を走行する観光列車です。京都河原町方面は特急列車と所要時間が変わらないため、こちらの列車に乗車します。和を感じさせる京都レイン雅楽の文字。早速乗車していきましょう。乗車乗る。内装から和一色ですね。1プラス2の座席配列になっています。窓はまるで障子です。座席はボックスシートでリクライニングはできません。さあ発車時刻になりました。京都レインの扉が閉まります。大阪梅田駅を発車。今度は先行する地獄旅の方を追いかけます。さて地獄旅の方では次に乗車する列車が到着しました。高槻市駅を11時54分に発車する準急の京都河原町行きです。今度は阪急京都線で一番古い3300系がやってきました。しかも京都線特有の7両編成です。電車が到着したらすぐに発車というわけではなく、当駅で後続の列車を待ちます。先に京都河原町方面から特急列車が到着。そして大阪梅田方面からも特急列車がやってきました。高槻市駅では準急と特急の緩急接続が行われます。予定通り特急電車が高槻市駅を発車。そしてこちらの電車も発車します。高槻市駅をようやく発車。天国 VS 地獄の検証動画もついに後半戦です。さっきまで乗車していた1300系がちょうど引き上げ線から出発していました。さて天国旅が地獄旅の方を追いかける形になっています。果たしてどちらが勝つでしょうか。天国旅の方、京都レインは淡路駅に到着です。
ここで多くの利用者が下車していきます。どうやら当駅で天下茶屋駅からの準急に乗り換えるようです。大阪梅田駅や十三駅から準急への利用者が多いことの証左かと思いますが、しかしこうなると本当に毎時6本ある準急のうち半数を堺筋線に直通させるべきか疑問になりますね。快速特急は淡路駅を発車。ここからは桂駅までノンストップ。実に17駅を一気に通過します。さあ京都レインは相川駅を通過します。ここで地獄旅と同様普通電車を追い抜き、小尺駅も華麗に通過していきます。小尺駅を通過すると車両基地が見えますね。阪急の車両整備の総本山小尺車庫です。列車の速度は時速 105km、 線内最高速度が 115km であることを考えるとなかなかの速度です。列車は茨城市駅を通過します。京都レイン以外は全列車茨城市駅を通過するので貴重な光景と言えるでしょう。さて地獄旅の方は長岡天神駅に到着です。当駅は2面4線で緩急接続可能な駅ですが、ここでの接続はありません。緩急接続があると一気に後ろとの差が詰まってしまうので、地獄旅の方が不利になってしまいます。さて京都レインの方は間もなく高槻市駅です。しかし目の前の信号は注意信号。先の進路が詰まっていることになります。高槻市駅の前後は線形が直線的なので、ズームすると先行列車がいるのが分かります。進路が開くと京都レインも高槻市駅を通過。ここからはすぐ先に特急電車がいるため、ところどころ徐行を強いられます。少し走行すると列車は神巻駅を通過。スピードはしっかり出ていますが、並走する東海道新幹線にはさすがに勝てません。さあ地獄旅の方は桂駅に到着です。ここで本線から対比線に分岐します。桂駅に到着。ここでの下車客が多くいます。桂駅で下車客が多いのはここで後続の列車に抜かれるからです。さてその後続列車である特急列車がやってきました。地獄旅の方で特急列車に抜かれるのはこれで4回目です。特急列車の乗降が終了し発車。特急の方が停車駅が少ないので準急が抜かれるのは仕方ないですが、これは手痛い足止め。進路が開通したらすぐに発車します。さあ準急列車が桂駅を発車。追いかける京都レインは今どこにいるでしょうか。今走行しているのは長岡天神駅の手前です。先行列車に近づいて注意信号を食らっています。先行する特急列車が長岡天神駅に停車するので、その煽りでしょう。特急電車が発車して車間距離が開くと再加速するのは高槻市駅と同様です。さあかなり準急列車に近づいてきました。これは勝負がわからなくなってきたぞ。さあ京都レインはさらに桂駅に到着します。桂駅の手前もやはり警戒信号。ちょうど先行の特急列車が桂駅を発車しているのですが、わかるでしょうか。特急列車が駅から抜け切るとすぐに後続の京都レインも駅に滑り込みます。淡路駅からずっとノンストップだった京都レインもようやく停車駅です。桂駅に到着。すぐに扉が閉まります。桂駅を発車。次の停車駅は烏丸駅ですが、地獄旅の方は今どこでしょうか。さあ地獄旅の方はすでに地下区間に入っています。だいぶ利用者の多い島式ホームの駅のようですが、下車客も多い。ここはやはり烏丸駅ですね。これは勝負が決まったか。烏丸駅を発車。
列車は終点の京都河原町駅に到着します。さあ、地獄旅の方は大阪梅田駅から83分で京都河原町駅に到着。京都レインの方は今ようやく烏丸駅に到着するところということで、これではっきりしたでしょう。今回の対決、勝負は地獄旅の勝利です。さて、すでに各駅停車の方はゴールしてしまいましたが、京都レインはまだ烏丸駅です。京都河原町駅まであと1駅ありますので、この間に今回の対決の総評を行いましょう。今回の対決旅いかがだったでしょうか。天国旅と地獄旅でだいぶ僅差でしたね。特急電車で往復する方は折り返す際の乗り換え時間をカウントしていませんでしたが、それでも各駅停車の方が早いという結果になりました。阪急京都線においては道中各駅停車側の追い越しが5回から6回しかありません。また河原町側、梅田側双方で末端区間では特急列車の速度がそれほど速くないため、1駅あたりに発生する時間差がそれほどないというのも影響しているでしょう。ちなみに今回は休日に行った検証です。平日でかつ京都河原町方面の場合、相川駅での退避が特急だけでなく準急も退避します。よって特急で往復した方が所要時間が短くなっています。ともかく各駅停車だけで阪急京都線を移動すると特急電車の2倍かかる。そう理解していただければ幸いです。さあ、京都レインが終点の京都河原町駅に到着です。往復にかかった時間は87分。地獄旅より4分多くかかりました。最後は京都レインの姿を撮影して本動画は終了になります。最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったら Twitter などで他の人に紹介したり、またチャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。